今の世の中をこれまでの世の中と比べた時の良きところと悪しきところは何ですか？私は今の世の中にしか生きてないので、それと比べて前の時代ね、良きところ悪しきところってなんかはっきり言えないですよ。その時代にはその時代のいいところ悪いところがあったでしょうし、今の時代は今の時代で便利なところでもすごい生きづらいところもあると思うんですよね。だからこれまでの世の中というのは本の中でとか人から聞いたことしかなくて、自分で体験してないので実はよく知らないですね。けれどもおそらく今の時代に起きていること、良きところ悪しきところっていうのは過去の時代にも同じようなことがあったでしょうし、これからの時代も同じようなことがあっただろうなとは推測できますけれども、過去の時代と比べてっていうのはどういう見方で見るかによって変わってくると思いますね。でも確実に言えることは便利に生きやすくなってきてると思いますね。過去の時代に比べたら、ね、好きなところ好きなように生きれるし、今の世の中って言っても今の日本だとね、好きな食べ物食べられるし、好きなこと勉強できるしね。でそれでいて、統計的に見ると自殺率とかもやっぱり減っていたりとかするわけですよね。かつてもっと生きづらかった時代はあった。でもそれが今の時代は本当にチャンスに恵まれているし、物資に恵まれているし、今の日本はですよ。今の日本はもうこんなに物や情報や豊かな物質的なものに恵まれている時代はないだろうなっていうぐらい豊かなんだろうと思うけども、現代に今ここにしか生きてない私たちにはそれは今度わからないですよね。けどもおそらく人間の愚かさは変わってないでしょうし、だからこれまでの世の中と比べた時って言った時に、私は過去の時代を生きたことがないので、ただその過去の歴史をずっと勉強してみると、今は一番生きやすい時代というか便利な時代であろうということは間違いなくて、でもその便利さとか豊かさっていうのは確実に過去の時代の人たちのご苦労の上に成り立っているっていうこともまた間違いないだろうと思いますから、だから今の時代に今ね、私たちが今度次の時代のために残せることは何だろうかなと思って、良きこと悪しきことっていうのは見ていきたいと思います。私は自然を残していくべきだと思ってますね。何かのテクノロジーっていうのを残していくっていうのもありだと思いますが、なぜかというと大自然から人間は出てきて大自然に帰っていくんです。でこの大自然が分かったような気になっていますけど、実は人間が分かってないこともいっぱいあるんですね。それでその大自然の中で私たちが想定もしないようなことが起きたり、大自然との関わりの中でその人間が人間の頭だけで考えてどうのこうのできないものが自然の中にいっぱいあるわけですよね。でこういうことを感じて生きていくっていうことがとても重要で、なんか私たちが全部私たちの思った通りに、頭で考えた通りに自分の命も自分の人生も周りの人もみんなそうなるってやっぱり思っているんですね。それは人間の作った人工物の中で生きているとそう思うわけですよ。それこそ自動車の運転をするようにブレーキを踏んだりアクセルを踏んだり、こうして自分が自由にコントロールしたりできるものだと思ってるわけですね。でも私たち自分のことをそんなコントロールもできないじゃないですか。でもあたかも機械を操るように自分自身も計画した通りに行くと思ってて、そうはいかないからみんなそこに行き当たって苦しんで時に自殺しちゃう人もいるわけでしょう。でもそもそも自然界に行ったら自分の思い通りになるものが何一つないですよ。何か作物を植えて早く大きく美味しく育てと思ったところでなかなかそう育たないんですよ。一方で雑草なんかも全然世話されてないのに、全然栄養分も与えてないのに勝手に生えて勝手に育って、自分が丁寧に育てた農作物よりもはるかにたくましく元気に育っていくわけじゃないですか。本当に自然を見てると私も山の中へよく入ってもう弟子さんたちとも山の話をしたり木の話をしたり、できるだけ作務を通じて
山の中で自然に触れてほしいと思うんですけども、本当に自然界を見ていると人間がいかに狭いそのね知識とか経験知見の中で独りよがりで、なんか頭の中だけで生きてるのかなっていうのを思い知らされるわけですね。だからそういった意味で、私は次の時代の人たちに残していくものとして当然ね、なんかいろんなものがあるでしょうけど、やっぱりこの自然っていうのをできるだけこう残して人々がそこに触れられるっていうことが重要だと思うし、そこに可能性がね、また次の時代の可能性があるんだろうと思うんですけど、とにかく、手つかずの自然なんて今ほとんどないわけですけども、こういった手つかずの自然っていうのが守られていく。でそのことが一番後世にやっぱり残していくべきものじゃないかなという気がします。